発酵温度が下がってきて外気温とそんなに変わらなくなると、今度は木材なんかを分解する菌類ですね。菌類の中でも単子菌類、単子菌類というのは、キノコです。このキノコが出てくるようになって木材を分解するんだ。それまでは普通のシノ菌類とかは木材を分解できないんですけれども、単子菌類が出るようになると木材まで分解する。そして安定するわけですね。木材の中でもですね、あんまり分解がされないような物質だけが残っていく。非常に安定した物質になる。で、最後安定して分解されないというのは、ほとんどはですね、木材中の、あるいは藁の中に含まれている、あるいはコーヒーかすの中に含まれているリグニンという物質ですね。このリグニンが腐食の中心物質なんです。で、リグニンは非常に大きな物質構造で、しかも菌類なんかもあんまり分解は得意でない。リグニンを分解できるのは菌類なんですが、それでも時間がかかる。他のシノ菌とかですね、いわゆるカビですね、そういうものはほとんどリグニンそのものを分解することはできない。リグニンを分解できるのは単子菌類だけなんですが、その単子菌類でもリグニンを分解するのは非常に時間が。だから安定した物質になってくるわけですね。なんでリグニンが分解できないかというと、リグニンはフェノール性、いわゆるポリフェノールなんですよ。リグニン自体は毒性は荒らさない、毒ではない。とかリグニンはポリフェノールの巨大な塊でしょ。で、水に溶けない。だから毒性は荒らさない。荒らさないけど菌が分解するとポリフェノールになってくるでしょ。もともとポリフェノールの塊なんだから、それを分解するってことで一つ一つがポリフェノール。そうするとポリフェノールは水に溶けます。タニンなんかね、水に溶けるでしょ。茶渋ですよね。あるいはカテキンなんかも水に溶けます。クマリンのようにね、桜餅の桜の葉っぱの匂いの元、あれクマリンですね。そういう物質が毒性を表します。で、菌が出る。桜餅の葉っぱを食べるってことは、実はポリフェノールを食べてるのと同じになるわけですね。ブドウなんかも紫色のポリフェノールがたくさんあるんですが、そのポリフェノールになってくると毒性を表すんで、菌はなかなか分解することはできなくなるということですね。だからリグニンが非常に安定した腐食の原料になるわけですね。リグニン以外にも実は分解にちょっと時間がかかるけど、こういういろんな肥料成分を供給する有機物っていうのはね、植物が体を作る時に窒素リン酸カリとかそういうものを取り込んで体を作っています。で、有機物の形でこういう肥料成分を取り込んでる。水には溶け出さない。だけどそれが微生物によって少しずつ分解されることによってこう肥料効果も出てくるわけですね。時間はかかる。だけど逆にいっぺんに肥料効果がパーッと出てパーッとなくなってしまうという肥料効果は逆に強すぎるわけです。そうでなくて徐々に時間的に少しずつ肥料効果が出てくる。こういう方が植物にとってはありがたいわけですね。だから堆肥は肥料効果もあるし、それから実は腐食自体が非常に肥料成分を取り込む、肥料成分と握手しやすい物質なんですね。手がたくさんあるんですよ。例えば私が2本手を持ってます。2人と握手します。もうでもそれ以上他の人と握手できないですね。ところがですね、千手観音、千本の、実際、彫像なんかでですね、千手観音といったって千本も手を持ってるのはないんですが、もし千手観音だとすると、ね、千本の手で握手できるわけですよ。手がたくさんあるってことはですね、こういう肥料成分をたくさん、結びつけることができますよということですね。そういうことで堆肥を作るってことは
実は腐食を作ることになる。自然の土壌には腐食はたくさんありますが、ただ自然の土壌の腐食は森の中に堆積しているでしょ。で発酵しています。発酵しているけど発酵温度は全然高くなってないわけです、森の中ではね。ところが対比にすると50度60度あるいはそれ以上になる。だから森の中の有機物は病原菌がたくさんいます。だから森の中からね有機物を少し取ってきて、でそれを畑にまいても病気が出る可能性はあるんです。ところが対比だったら病原菌が全くいなくなってるわけです、そういう意味でですね、非常に安全な資材になるということですね。しかも肥料効果があるよと。それからもう一つ発根効果があるね。根を増やす効果がある。発根促進。発根促進が効果も非常に高いことによって植物の根が非常に多くなるんですね。これはね、実際植物を少し扱ってもらってね、そこに粘土とか砂だけで栽培するのと、ちょっと有機物をね、腐食を堆肥をですね少し混ぜた土壌とで比較すると根の量が全く違う、成長量も全く違ってくるのが、他にねいわゆる化学肥料とかそういうのは一切入れなくてもですよ、ね、そういう堆肥を入れるだけで非常に成長には大きな差が出ます。堆肥はですね非常に素晴らしい資材です、ね、可能な限り堆肥を使って畑を良くする方がいいんですが、ただ一つ最近大きな問題が生じています。それは堆肥を作るには労力が必要です。積み上げたりね、それから、資材を集めたり、藁でもいいし麦藁でもいいし稲藁でもいいし落葉でもいいんです。昔はそういうのを一生懸命農家の人は集めてたわけですが、そういうことがなかなか労力がなくなってきたのでできなくなってきる。それから作った堆肥自体を今度はまた畑に戻す、農地に戻すことが、それもまた大変大きな労力を必要とします。そういうことができなくなってきてるわけですね。だから簡単に負ける化学肥料に置き換わってしまって、堆肥を使う機会がどんどん少なくなってきている。ただね、堆肥料の原料は逆にどんどん増えてるんですよ、日本では。ね、いろんな食品を輸入します。全てが食べるわけじゃなくて、カスがたくさん出てきます。木材を輸入しても木の皮が出てきます。ですからそういうものを上手に使えば堆肥の原料はいくらでもあるわけですよ。いくらでもあるんですが、残念ながらその堆肥を十分作ることができていないというのが大きな問題で、これをいかに組織的に、ね、堆肥を作って組織的に農地に還元するか、こういうことは大きな問題を解決することになりますから、ぜひ皆さんで考えてください。